どうもカッツンです。今回も前回に引き続きましてマスターグレードウィングガンダムゼロエンドレスワルツバージョン KA の改造をしていきたいと思います。今回は腕、腰回りを中心にやっていきたいと思います。それでは行ってみましょう。まずは腕、肩の改造からです。ヤスリ掛けとモールドの彫り直しをするために肩から順番にばらしていきます。パーツオープナーを使いつつ慎重にばらしていきます。さてバラバラにできました。まずはパーティングラインが残っているフレームのパーツからヤスっていきましょう。使用するのはゴッドハンドのエッジ出しヤスリ。エッジ出しヤスリと言いながらもちょいちょいと使ってしまいます。腕の付け根の部分は合わせ目がありますね。どうしようか悩んだんですが消していきたいと思います。分解したものにタミヤセメントをちょっと多めにつけてぐにゅっとはみ出させます。念のため100均のクリップで挟んでおきます。表面処理をしていきましょう。使っているのはゴッドハンドの紙ヤス600番です。続いてエッジ出しです。使用するのはおなじみゴッドハンドエッジ出しヤスリ。エッジを出すときはゴシゴシとヤスると角が丸くなってしまいます。エッジに向かって一方向に優しくヤスっていきましょう。こういう角のあるパーツは尖らせがいがありますよね。張り切ってやっていきたいと思います。太めのモールドは BMC タガネ 0.7mm で彫り直していきます。このサイズ感がちょうどいいんですね。細いモールドは BMC タガネ 0.2mm を使用します。いやーモールド多い。さっき接着した合わせ目部分もヤスリをかけていきましょう。はい、きれいに消えました。基本工作終わった後はこんな感じです。ここからディテール追加していきましょう。このピンバイスの先端部分あたりにあるディテールですが内部構造をちら見えにしちゃいたいと思います。まずはピンバイスで穴を開けていきます。ニッパーでいい感じの大きさに切り落として切り落としたところはデザインナイフとヤスリできれいにしておきます。続いてディテールアップパーツの裏打ちをするためにプラ板を切っていきます。この密なディテールは前回の動画でも紹介しましたがスター・ウォーズのミレニアム・ファルコンのものです。細かくディテールがついているパーツを板状にしておいたものを先ほど切り落としたサイズと合わせていきます。プラ板をタミヤセメント流し込みタイプでパーツの裏面に貼り付けてそのプラ板に先ほどのパーツを接着します。ビフォーアフターを比べるとこんな感じ。今はまだ色を塗っていないので内部フレームという感じが出ませんけどどうなるかは色を塗った後のお楽しみということで続いてモールドの一部分を太くしていこうと思います。ここには後で赤のラピーテープを貼ってキラキラするようにしようと思います。使用しているのはゴッドハンドのビットブレード 2mm ですね。反対側からもえぐるようにして大まかにへこみを作ったら BMC タガネ 0.7mm できれいにしていきます。続いておなじみプラ棒でディテールを追加していこうと思います。袖の部分に2つつけたいので両手の前後分ということで8個切り出していきます。使用しているのは
エバーグリーンのプラ棒122番です。ない場合には 0.5mm 厚の 1mm 幅に切ったプラ板でも代用できます。タミヤセメント流し込みタイプを使って貼り付けていきます。いい感じに角度を調整しましょう。ハンドパーツにはちょっと厚くて太いエバーグリーンのプラ棒144番、正方形くらいに切り出して拳の部分に貼り付けていきます。腕がまだちょっと寂しいのでピンバイスで丸い跡をつけていきます。4点やってみたのがこちらですね。その他ちょこちょこっといじって腕と肩のディテールアップ終了です。続いて腰部分の改造です。ヤスリ掛けとモールドの彫り直しをするためにバラしていきましょう。バラし終わったら表面処理とエッジ出しをしていきます。作業前後の画像がこちら。左が作業前、右が作業後です。フロントアーマーのこのボコッとなってる部分は BMC タガネでエッジを彫っていきます。こうすることで墨が入りやすくなってよりくっきりとした仕上がりになります。基本工作のビフォーアフターです。作業後の方が各エッジがちょっとだけすっきりしていますよね。続いて鉛筆で下書きしている部分を切り落として内部構造をちら見えにしていきます。下書きをするのはいきなりやると大抵残念な結果になるからです。一度雰囲気を確認しておくのはとっても大切です。ハンドドリルであらかじめ穴を開けておきます。いきなりニッパーで切るとパーツが割れてしまったりするので、それを防ぐ役割もあります。そこそこ穴を開けたらニッパーで切り取っていきます。ニッパーで切り取った後はデザインナイフで粗削りしていきます。いきなりヤスリで削るよりも作業がはかどりますよ。いつものようにミレニアムファルコンから切り出したディテールを貼り付けました。フロントアーマーはいろいろと悩んだんですが、結局プラ板を貼るだけにしました。サイドアーマーに軽く筋彫りしていきましょう。ちなみに私は筋彫りは苦手です。手の上だと作業しにくいので、ここではパーフェクトバイス1号を使っていきます。続いて登場したのは配給パーツの筋彫り用ガイドテープ 3mm。 通常は透明ですが、それだとエッジが見えなくて作業しにくいので、片面だけ赤いマッキーで塗ってあります。ガイドテープは粘着力が弱いので、今見えてるみたいにバッと剥がしてしまうと粘着力がさらに弱くなってしまいます。ゆっくりとこっちの方向に剥がすと粘着力が弱まらないらしいですよ。さて BMC タガネ 0.2mm で彫っていきましょう。新規部分を彫るときはそっとなぞるようにだいたい30回以上かけて優しく彫っていきます。彫る場所を変えるときはテープをケチらずに毎回変えるとテープがずれにくくなります。彫り具合を確かめるためにちょっとヤスリをかけていきます。まあまあうまくいったんじゃないでしょうか。筋彫りした状態がこちら。苦手な割にはいい感じじゃないでしょうかね。さてあとはちょこちょことプラ板を貼ったりして腰部分のディテールアップは終わりです。
さて今回はマスターグレードウィングガンダムゼロエンドレスワルツバージョン KA の改造編2ということで、腕、肩、腰の改造を行いました。次回は足から続きをやっていきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方はグッドボタン、チャンネル登録がまだの方は登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。